札幌市南区の藻岩山山麓の雪景色です。真ん中に白樺があるのがポイントになっています。今年は大雪で大変ですけれども、晴れた日の雪景色はとてもカラフルで、私の作品のモチーフの中でお気に入りの一つとなっています。気がつくと2022年1月も半分が過ぎてしまいました。今年初めての更新です。大変遅くなりましたが、今年もどうぞよろしくお願いいたします。冬の山麓を描く。今回はこちらの風景を選んでみました。水彩用紙は私がいつも使っているアバロン F45 サイズのスケッチブックです。建物など複雑なものがない場合は、なるべく鉛筆を使わずにいきなり筆で描いていくようにしています。この中心あたりに数本の白樺の木がありますけれども、ここはマスキングテープを貼って残していきたいと思います。ただ鉛筆を使っていませんので、大体の位置を掴んでから、そしてこの最初に描いた絵の具のところが少し乾いてから、ここにマスキングテープを貼って、それから描き進めていこうと思います。マスキングテープはこのように手で裂いて、テープのエッジのところを少しギザギザにしておいて貼ると自然な仕上がりになると思います。このように白樺4本分をマスキングテープを貼りました。マスキングテープを貼りましたので、あとは思い切って描いていこうと思います。ちょうど明るいこの白樺の幹の後ろの方には、非常に暗い松の木がありました。ちょうどうまくここの風景なってますよね。絵になりやすい風景となっています。どこにでもある普通の風景に見えますけれども、なかなか絵になるところというのはないものです。この場合ちょうどいい要素がたくさんありますね。時間もありまして、手前に走る長く伸びる青い影もちょうどいいバランスで入っているような気がします。札幌中心部からも比較的簡単に行けるこの場所ですけれども、季節を変え時間帯を変え、何度も何度も足を運ばないとこの風景を見つけることはできないかもしれません。筆にはたっぷり水を含ませる。そして絵の具は先端の方につける。
紙の上では筆を強く押し付けないということをいつも考えながら描いています。近くで見るとこんな感じになってますよね。少し盛り上がるぐらいです。でこのぐらいで描きますと乾くとかなり色が薄くなるというかちょっと落ち着いた感じになりますので、そこも経験から、ちょっと強めに描いておくのがコツだと思います。ちょっと塗りすぎてしまったところはティッシュペーパーで押さえておくといいと思います。それでは描いたところを乾かして少し休憩してからまた続きを描こうと思います。描いた部分を一旦よく乾かしました。全体落ち着いたこんな感じになりました。それでまた細かいところを描き進めていこうと思います。いろいろな木がまだまだたくさんありますので、その木の特徴をちょっと考えながら描き進めていこうと思います。どんどん描いていかなければいけませんけれども、なるべくですね一部にこだわるのではなく、できるだけ広く大きく見ながら、木のところだけじゃなくてこの手前のあたりも描き込んでいきたいと思います。この辺りでマスキングテープを剥がしていこうと思います。貼るときにテープを手で切り裂いて、周りのところを少しギザギザをつけてありましたので、比較的自然にマスキングされているかなと思います。それで左の方から光が来ていますから、右の方に陰影をつけていくとこの幹の丸さ、その立体感が出てくるのではないかと思います。いつも描いているこのパレットですね、絵の具ですけれども、ターナーの18色セットから4色抜いて14色になっていますが、この色とあと不透明の白と、大体それだけで描いています。でもう1年ぐらいになるんじゃないかなと思いますけれども、まだ1回も絵の具も補充してませんし、絵の具を混色する場所も細いところだけを使って、やってますよね。今映像を見ながら結局そんなもんなのかなと思って見ていました。非常に手軽で、道具も何もかからなく、絵の具がちょっとあって筆と水と、あと紙は大切ですけれども、それだけあると結構作品ができていくわけですから、非常に手軽なものだなと思っています。この手前の影の部分も非常にいい状態で入ってますよというふうに、最初にお話ししましたけれども、この影の走り方といい、その角度といいですね、それから、量もなかなかいいのかなと思っていました。本当はもう少し早くこの辺りを決めていった方がいいなと思ったんですが、なかなかここが難しくてですね自信がなかったものですから少し遅くなってしまいましたけれども、でもここがしっかり入ってくると非常にいい絵になってくると思います。それでこの色なんですけれどもね、結構紫色に今映っていますけれども、これはカメラのせいでして、最後にスキャナーで撮った画像が出ると思いますけれども、そちらのもう少し青っぽいグレーの方が色が正確だと思います。なかなかねそのカメラの方とか、それから照明のきっと色の関係もあるんでしょうけれども、非常に難しいなと思っています。
ここでまた不透明の白を使いたいと思います。白い部分かなり紙の白をそのまま生かしていくような感じで、絵の具を塗らないで紙の白を作ってありますけれども、それだけではどうしても細かいところはできませんので、不透明の白を使いたいと思います。それと紙の白のところとそれから不透明の白を使ったところでは、見え方が違うというか感じがちょっと違いますので、両方あった方が変化があってというか単調にならないので、紙の白のところとそれから不透明の白を使ったところと、2つあった方がいいのかもしれません。不透明の白が入りましたらこれで完成にしたいと思います。またちょっと間隔が空いてしまいましたよね、後陣のね。また今年もこんなスタイルになると思いますけれども、どうかよろしくお願いいたします。それからコメントとかですね、あとメールもたくさんいただくんですけれども、なかなかすぐにお返事書けないかもしれませんけれども、目を通してますので、どうか今後ともよろしくお願いいたします。雪の影のところの色はこちらの感じの方が正しいと思います。こんな感じに出来上がりました。いかがだったでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございます。今月はまた私の個展もやる予定でいますので、なかなか YouTube 上げられないかもしれませんけれども、あともう一本は上げたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。ではこれで終わります。それではまた。